皆さんどうもこんにちは、しおりです。今からラオシャン市場みたいなのに行ってきます。あ、バス来た。はい、前回に続いて台北におりまして、今宵は夜市編。前回は台南の夜市を一人で行ったと思うんだけど、今回は台北にございますラオハ全然夜市に来ました。何度練習しても読めません。饶河街观光夜市1万円使い切りたいっていうのをやりますということで、1000元ずつこの中に入れて、ここから全然使っていきます。今回珍しく首都も一緒で旅行ができているので、ぼっちじゃできなさそうな企画ものにチャレンジしたくてね、初めての憧れの1万円企画をやっていきます。楽しんでいきます。まずはちゃんとビールをね、コンビニで前に買っときます。こちらは1万円には入りません。でも台湾在住の友達に、たとえ2人だとしても1万円はかなり家庭増と言われてしまったのですが、台北の物価と私空シーたちの意、どちらが勝利を掲げるのでしょうか。お楽しみに。さあ行くぞ。もうバンバン食べたいものを言ってくる感じでいいのかな。胡椒餅だ。でもこんなの最初に食べたらでももしかしてこれミシュラン？ミシュラン取ってる。うまいよ。1個いっとかない？やばい？不慣れな企画ものゆえ、皆さんには大海原のような心でお見届けいただければと思うのですが、やっぱこういう企画ものはね、イノキャパが大事ということで、あれこれ吟味をいたしまして、初手たどり着いたのがこの茶色屋さん。私のモットーとしては、見たことないもの、食べたことないものをなるべくしらみつぶしで食べていきたいというのがあるので、これはもってこいのなのではないかとね、量り売りだそうです。270件。もうこの時の私たち脳汁ドバドバで全然計算できてなかったんだけど、よくよく考えたら270件って普通に1000円以上超えてるのでさ、幸先いいよね。そんな超高級品がこちら。前回来た時はもう夜でも超暑くて顔面テカテカ丸だったんですけど、今回はちょうどいい気温でね、もう外飲みがはかどる。皆さん台湾行くなら今です。というわけで謎の茶色いものたちをいただいたんですけどもね、この量あったら1000円いくわってぐらいの量で、最初からかっ飛ばしていっちゃってるんですけど、もつ煮込みの豚足バージョン。豚足、豚足って言ったけど、ここ多分牛って書いてあったから牛足ってこと。それと蜂の巣ですね。だいぶ酒好きなチョイスをしてしまったんですけど、何が違うって、ウーシャンフェン、それが香る中でビールがまた進みます。でもうこういう時はサクサク食べないとあれなので、もう食べて次へ向かいます。よろしく頼む。はい、この時も時刻は19時頃だったので、盛り上がりがピーク。ごった返す人々の中で見つけました、こちらの練り物の待機場。ここもどうやら好きな具材を取って、それをお兄さんに渡すと炭で焼いてくれるみたいだね。
はい、ということでこちらの商品なんと80元。全然何なのか分からず口に入れた瞬間驚きを隠せませんでした。なんかくるみ梅しのごま版みたいなやつと、これはいやホタテではないと思うけど、まあ絆が生まれたのでよし。もう何が何だか分かんない、期待してないものが美味しいってだけで飛び上がるように嬉しいのでね、旅の醍醐味かと思います。ということでじゃんじゃん尺の関係でいきましょう。この黄金色に輝く包み飯、70です。70ありますか？はい、100で払います。とりあえずいろいろじゃんじゃん買ってって、次のお店で座って食べようという魂胆です。変わったものがたくさん置いてありそうなこちらのお店入ってみました。でこのラオハー夜市には真ん中が屋台で、それを囲むように普通のお店こんな感じのねがあるので、屋台で買って椅子がないお店はこういうとこに持ってきて食べれば OK。 この黄金包み飯いただいてみましたが、カーネル・サンダースチキンの中にまさかの米。これどうやってお米を入れ込んでるんだと思う？だって手羽みたいな中にお米入ってんだよ。味としてはかなりジャンキーな味。粉がかけてくれたんだけど、それがハッピーターンとポタポタ焼きの粉を混ぜたみたいな甘じょっぱいお味。ではこちらのお店ではサバヒー汁、前回の台南編でもいただいたサバヒー汁ですが、サバヒイカ、サバヒイカ目、サバヒアカ目科のお魚。汁みたいな。確かに小籠包から出てくる汁のなんだかやんや言っておりますが、とにかく生姜がたっぷり使われていて、今の自分らにはちょうどいい。これまで食べたコテコテの味を一掃してくれる優しいスープなのでした。で夜市の真ん中らへんにこんな感じのフルーツ屋さんがあったので、このドライアイスでさぞ演出がましいこの店、台湾フルーツのレンブをいただいてみることに。でもね、頼んだ瞬間お姉さん私たちの口元にレンブを持っていきまして、これで美味しかったら2カップ買ってくれるかなっていう狙いなのかな。おいしい。そんな台湾リンゴレンブを持ちつつやってきたのはこちらのオーアーチェンと臭豆腐食べられるお店です。さっきのレンブが200元だったのに対し、こちらはなんと臭豆腐とオーアーチェンで135元で、ご覧くださいませ。この台湾を代表する2点、何を喜ぼう、この首都臭豆腐もいけちゃうんだよね。一緒に臭豆腐食べれる友達一生かけて守ると誓います。というわけで臭豆腐いただいたんだけどね、全然臭くない。本当に驚くほど臭くなかった。これで臭豆腐って言っちゃいけない気がする。いや美味しいんだけどね、これだと一回皮に流れた厚揚げみたいな感じでちょっと物足りないけど美味しいので、人がおナンパされてる間も私は黙々と食べ進めております。あと
オアーチェも正直台南で食べた時のオアーチェの方が美味しかったなという感想で、でもね、臭豆腐もオアーチェもそのお店によって全然味が違うので、食べ比べっていうのもすごい興味深く思います。というわけで次、ほいでいっちゃんラウハー夜市の中で気に入ったのがここのパイグータン。ミシュランも取っていて、このルーローハンとセットでなんと120元。あとこれは食べ忘れてたレンブだ。もう多分びっくりするぐらいの薬膳とスペアリブを何時間煮たのってくらいのコクしかないスープ。この骨の周りにかろうじてついております肉をしゃぶりつつ、汁だくルーローハンをかき込むと、これは絶対に日本じゃ食べれないお味たちだったので、皆様もぜひご賞味あれ。でこのレンブは熟れてないリンゴっていうのがいいのかな。いやもうほんとここのスープを今でも時たま見返して脳内で味のおさらいをしているくらいには好きでした。そんな推しのパイグータン。はい、だいぶ後半戦に差し掛かってまいりましたので、お次は甘いものでリフレッシュ。最近は日本でもよく見かけるようになったトーファーだけど、本場のこのこびなささ好きです。残りは残り900、40円あるから50円。もう見た目通りのびっくりするほど素朴な味で甘さも控えめなゆえ、なんだやっぱりこんなもんかなんて思ってたのならとんでもない。食べれば食べるほど豆乳と緑豆の優しさの虜となっておりまして、こびてこない人ほど自分から追いたくなっちゃう、そんな心理をついてこられてるような気がします。見てこの映えなさ、マジやばいって。これ今やばいよ。やばいね。残りモザイク。真剣な眼差しのおじ、その先にあるのはまるでパンのようなエリンギ。このエリンギたちだってさぞ喜びでしょう。こんな日の目を浴びてね、パフォーマンスとともに調理されたということで、こちらで100元です。もうこれは日本のエリンギだと思って食べてはなりませぬ。もうブリッブリでもはや肉で、この種類欲しいな、日本にも持ってきたいなって思うんだけど、きっとこのダンシングおじと夜市の風、それらを含めてこのエリンギの味が完結しているので、同じように焼いてレモンかけたとて完全再現っていうのは不可能なんだろうな。おいだらお次、我々やってきたのなんとプリクラです。お腹がやばい。お腹もそうだし、だんだんとやってる店も少なくなってきてしまいまして、これは急いでお金使わなきゃってことでプリクラなんと1枚200元、全然夜市の一角にあったので、これもね夜市で使い切る1枚の中に含ませてもらって、全然漏れない台湾プリクラ初挑戦。むずすぎる。こちら視聴者さん2名にプレゼント。というわけで、もういろんなお店が閉まってきてるぞ、急げという感じで、一番最初に見た胡椒餅リベンジしに帰ってきました。ありがとうございます。見て、胡椒餅の赤ちゃん、たったの60元でこのドデカミシュラン胡椒餅買いまして、その後向かいにあった激臭臭豆腐のお店入ってみた。この
あまりにも他店とはレベチな匂いを発していたので一応聞いてみたところ、なんか煮込み臭豆腐あるみたいでね、そちらを頼みまして、胡椒餅。我々普通にこのお店で食べてるけど、多分臭豆腐がダメな人はこの空間でご飯を食べるってことさえできないと思うぐらいのつんざく香り。でもこんだけパイ生地で中にぎっしり肉でしょ。最初に食べなくてよかった。というわけでやってまいりました、ラスボス。いやもう香りからしてさっきの臭豆腐とは比にならんぐらいの香り。そして揚げじゃない煮込み臭豆腐は初めてでございます。果たしてそのお味とは。美味しかった。私これから本当嫌いなものって出てくるのかしらというぐらい何でも食べれる口なんですけど、むしろ味音痴なのではないかとさえ最近思ってきましたが、さすがの人もギブアップ。ここは俺に任せろと言わんばかりラストスパート決め込んでおりますが、もう本当に食べれば食べるほど魅力に取りつかれていくし、ここを超える臭豆腐次の日も探しましたがなかったので、チャレンジャーはぜひに。はい、ごめんなさい。もうさすがにお腹もいっぱい、あと時間的にも終了間際だったので、潔く敗北を認めましょう。400円。あ、じゃあ結構頑張ったじゃん。いや頑張ったよ。頑張ったね。もっと残ると思った。頑張っ私的シーリンよいちより大好きになったラオハよいちで、余った資金をもとに人があまりにもお口直しがしたいとのことだったので、ヨーグルトやら歯磨きやら買いまして、もう私はね逆にこの臭さを洗い流したらもったいないと思うので、歯磨きさえせずに寝ました。嘘です。というわけで初めての企画ものいかがだったですか？ちょっと激しめになっちゃったかもしれないけど、YouTuber っぽいことできて心底満足だし、付き合ってくれた人本当にありがとう。改めて台湾の物価の安さ、そして美味しさにひれ伏したい気持ちでいっぱいだし、もうすでに臭豆腐食べたくなってるので、次はいつ行けるかなと楽しみです。みんなも最後までお付き合いありがとうね。次のビデオでまた会いましょう。じゃあのー。